ワンインチチャンネルステップバイステップ。はい、始まりましたけれども、はい今絆ベースジムに来て、稽古動画を撮ってたんですけれども、はいそれでは3人で喋ってたら、はいなんか映画の話になり、はいそうですね。映画の話したらどんな映画が好きだっていう話になり、うん我々武術チャンネルやってるどんなアクション映画が好きなんだって話になり、そうアクション映画をアクション映画を語る好きな語るあ、はいいいやった。ラフですね。何3人がはい、好きなアクション映画好きなアクション映画、おすすめというか、前漫画でやりましたけど、はいはいはい同じようなことですね。うん、これでもアクション映画いっぱいあるからないや確かにね、そりゃもうなんか俺でもゆきおさんはあんまり見てるイメージないんだよね。いやいやいやなんか俺ゆきおさんいや俺はなんかさ俺はドラゴンボールとかの時もう冷めてたよ。熱くなりすぎて2人が知ってるよあれ知ってるよ2時間撮ったんちゃうかぐらい詳しすぎて、あそれも良かったもんな。ドラゴンボールどっちが強い詳しいかみたいな選手権。選手権みたいな。そしたらサイヤマングレート入れます。ああそっか、彼もすごいサイヤマンも詳しい、はい。名前がもう名前がもうでも意外と映画は見てるよ。まあゆきおさん映画は見てますよね。映画は見てる、はいはいとかゆきおさんってさ、俺これすっきゃねんみたいなの全然ないんだ。ないんだない何もない。そうないよねないのだから俺も実際ないっすよそう思うそのない趣味とかがないないよね。ない。なんかなんか本当に広く浅くなんとなく触れてるって感じで、そう格闘技も浅くやし、漫画も浅いし、まあ、浅いし、いや浅いとか言うのか。だから俺からちょっと薄い俺から行かしてもらうわ。あ本当ですか。はいはいはい。でも俺はやっぱ昔ね見て衝撃やった。はいいいですよ。ダイハード。はいあー大好き大好き。あれで改めて大人になってもう一回見たり、やっぱ民放でもやったりするやん。意外と昔見てたのじゃなくて脚本もすごくて、結構伏線回収とか結構されてて、そうそうそうやっぱ面白いやん。面白い。金字塔ですよね。アクション映画まあそうそうそうだよ。クリス僕見てないです。嘘でしょ。何回も金曜ロードショーでやってんのはやってるよね見てたけど、うん子供の時から通して見たことない。ないってこもう通したどころか一瞬つけたらバーンみたいな、うんうんそれしか見てないやばっでブルース・ウィリスでしょ。そもう本当にそれと。ジョン・マクレーン。う、ジョン・マクレーン刑事が毎回クリスマスに事件に巻き込まれんねんけど、クリスマスっていうかまたね、だからクリスマスもうすぐだから見たくなるんですよやっぱ僕も。そうなるのよめっちゃおもろい。それで第わかるわかる1は日系の中富ビルっていうビルのところをテロリストにジャックされんねん。そうそうそれでブルース・ウィルスが一人でそこに巻き込まれんねん。そうでまあポンコツ刑事というかね、むちゃくちゃやる刑事やねんけど、あブルース・ウィリスは刑事。刑事です。あージョンマクレーンジョン・マクレーンって刑事でほんまもうギリギリの戦いすんねんけど、まあ、ちょっとそれが面白いというか、ワンも面白いし空港のね、やつのも面白いし、面白いですし。まあ子供でも楽しめるし大人も楽しめる、まあ名作とされてる最高。何シリーズあるんですか。5じゃない5ぐらいまである。見たよ5。何年前。すごい前ですよね。1は多分30年とかそれレベいやルでしょ。そうそうそうもう小学校の時のを見たの。そうやね。先生と俺らは公開が1988年。あだからそうだよちょうどそれぐらいだよ。俺が3歳だ。 81年生まれだもんね。そう僕ら3 3歳。歳でした。 3歳。まあこれはまあ最高やね。ほんまランボーみたいなそんなんていうやつじゃないんだ。ほんまそのハゲたおっさん刑事がもうクソったねとか言いながらやるというか、絶対強いやつじゃないねんだ。なんあかあなるほど、うん人間味がある。めそうそうへーだからヒーローなんだけど、うんまあなんていうのちゃんと悪戦苦闘するんだ。アクセンがもうタバコ吸ってクソったれみたいなのとかそうもうなんかそもうガムテープで背中にピストルつけてこうやってやろうとかなんかもうクソだとかな、めっちゃ口も悪いなんか確かに相手されてない刑事やね多分。今までのヒーロー像とはちょっと違う違う感じの人間味がめちゃく人ちゃある。間味がある、なるほど、うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ魅力的だよねキャラクターがね。キャラクターが魅力的でっていうああのでいいですねちょっとやっぱ原点回帰でダイハードは面白かった。いや好きな人いっぱいいると思うよ。あそうかね。大まあ俺らのおじさんは全員見てたもんね。全員見てたよ。
はい見てみよ面白い。まあだいぶ古いけどね。マジでクリスマスに見てほしい。もうすぐだしね、ワンを見ましょう。神戸先生。僕でいいですか、はい僕ね対照的かもしれない今話聞いてたら。何僕ジョン・ウィックです。はい来た。ジョン・ウィックシリーズ。シャレ。キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブスこれ俺ね見たことないんです。ないんですか。ヒグさんは5ぐらいまであるよね。4じゃないかな。 4かな。俺は見たことあるよ。あマジ？全部じゃないんだ。全部は見てないと思う。なんかね、何が対照的かってね、その主役がもうめちゃくちゃかっこいいっていうか、なんていうか、キアヌ・リーブスだね。そうそう、キアヌ・リーブスのそのジョン・ウィックがめっちゃかっこいいんですよ。かっこいいんだ。でそのエピソード1っていうか、1に関しては足洗ってんすよね、裏社会。殺し屋だね。殺し屋なの？元殺し屋。元殺し屋。超一流の伝説の。でもう足洗って静かに生きてたんですよ。で奥さんはもう亡くなっちゃって、で奥さんが残してくれた可愛いワンちゃんいるんですよ。ワンちゃん、ビーグル。でそのビーグルが強盗に家に入って、ジョン・ウィックのジョン・ウィック犬殺されちゃうんですよ。あ、そうなんだ。でジョン・ウィック復讐の鬼になるんですけど、犬のために。犬の強すぎる。そういう、そうなの。もうスカッとジャパン。もうね、もうなぎ倒して接戦しない。強すぎんの。特にワンはもう超こんな絵があるんだってぐらい、ただただジョン・ウィックが鬼のように強くて、強いよね。悪いやつを倒しまくる。許さない。超クールだし、人間味なんかないよ。もうプロだから。奥さんが亡くなってちょっともう病んでるというかさ、でも密かに隠居してるんだけど、でまあそれが1のスタートなんだけど、2、3、4ってもうやっぱそれをきっかけにさ、もう裏社会にまた戻っていくわけで、名前も知れてくるし、でまあ当時付き合ってたつながりのあった組織とか武器屋とかいろんなところとまた交流をしながら、また悪のね組織と戦ったり、まあどっちが悪なんだってもあるんですけど、とにかくかっこいい。それアクションシーンがかっこいいんだ。でジョン・ウィックじゃない、キアヌ・リーブスは確か柔術もすごいやってたりとか。そうだね。確かに多分柔術以外にもいろいろやってると思うんだけど。バイクも好き。バイクも好き。ラーメンも好き。なんで知ってんの？じゃあなんかほんま普通におったりすんだよな。らしいね。なんかあるよね、よく。ハリウッド単車とかで普通に街中歩いたりするんだよな。キアヌ・リーブスの話になっちゃうけど、だってあの人稼いでる金額のほとんど寄付とか、自分はめちゃくちゃ安いとこ住んでたりするんだよね。かっこいいね。そういうのもかっこいいなと思うんだけそういうのど、ジョン・ウィックのアクションシーンももう最新のね、ダイ・ハードとはあれそこも対照的だけど、最新のカメラワークと最新のアクションといろんな技術でやる攻防はむっちゃかっこいいよ。そう。キアヌ・リーブスはマトリックスも好きだったし、マトリックスもね。あと小学生の時にそれこそ金曜ロードショーで見たスピードバスジャック、あれもキアヌ・リーブスじゃん。俺キアヌ・リーブスの作品は結構スピード、俺同じ G ショック買ったもん。キアヌ・リーブスのさ、おもろかったよな。いや最高。バス1台でやるね、女の子とね、ハンドル一緒に切ってさ、ワイルドキャット。小学生の時に見て、その日寝れなかったんだから。なんで興奮しちゃってスピードで興奮しません？いやよくできた映画であれは。めっちゃおもろかった。強すぎた。ジョン・ウィックです。ジョン・ウィックです。で見てない。見ます。ダイ・ハード見てない。そうなんです。見ます。続いて先生の。僕は本当にいっぱいあるけど、やっぱり武術の映画っていうことで、スピリット。知らないでしょ？知らない。スピリットです。これでも何年に出たんだろう。でも結構これも昔の映画。ジェットリーが主演。ジェットリー。そうスピリットって実在した格言工っていう武術家がいたんですけど、その人の、ストーリーというか、実際の話なのか僕はよくそれは詳しくないか分かんないですけど、そのスピリットっていうのはその格言工をモデルにした映画で、その格言工っていう方をジェットリーが演じてる。ハリウッド映画にねじゃないですか。中村獅童さんが出てますよ。敵役で非双剣っていう憲法の使い手なんですよ。遠征剣とも言うのかな。もうね、もうそのタイトルの通りもうスピリット
魂もう魂本当にかっこいい。キャラクター、その格言語を演じてるジェットリーはその役のために弁髪にしてるし、そうここ全部剃って、そう長くしてラーメンマンの髪型にしてるんだけど、もう時代背景も当時のその中国のもうまんまの時代で、もうねその天才なんですよ格言語武術の。だけどその武術のいろいろこう皮膚をしていくわけですね、その実践を、いろんな武術家とでどんどんこう勝ち上がっていって、天心一位の使い手になるんですよ、武術のね。でそうなった時にすごく心の部分で傲慢さが出てっていうところからのまあ挫折がこうあるんだけど、それがもうとんでもない事件が起きて、ジェットリーはそこで格言語挫折っていうか体験するんですよね。そこからの生き様がこうどんどん変化していくっていう武術家としてね、真の武術家になっていくそのなんだストーリーめちゃくちゃいい。人間性の成長とかもそうだからただのアクション映画じゃなくて、ちゃんとその哲学的な部分だったり、その武術の怖さだったり、修行のあるべき姿というか武術家としてのこうあるべきだよねっていうようなあり方、人間としてのあり方みたいなものが描かれていて、すごくね見終わった後なんかもう本当にいい映画だなって思います。特に武術学んでる人とか、まあ、格闘技好きな人だったりっていうのはすごく心に刺さるものがあるんじゃないかなって思う。強さとはっていうところ、本当の強さとはどういうことなのかっていうのがこの映画ですごい学べるんじゃないかなって。そしたらもう1チャンネル見てる人からしたらもう絶対見た方がいい。まあ見てる方も多いかもしれんけど、マジでかっこいいから。中村獅童さんも出てる、中村獅童さんがまた武術経験ないのに剣術家として出るんだけど、もうね最後ラストシーンがその中村獅童さんとジェットリーが戦うんだよ、見事です。そんな役なんですね。そうすごい役よ。視聴者の皆さんだったらもう絶対見たことない人ほんと見てもらいたい、っていうこと。なるほど個性出ましたね。個性出た。お前また恥かかしやがって。ただのアクションではないって。俺ただのアクションダイハードはそれでいいのよ。それはそれじゃん。ダイハードファンからしたら何言ってんだってなるみたいな。ただのアクションじゃねえ。いやでもダイハードはほんまポテチとコーラ飲みながらそう楽しめる。考えずに。それもいいじゃん。そうそっちもいい。いろんなこのやっぱ映画の楽しみ方ある。いい角度やったと思うよ全員。確かに全然違うもん。3人とも全然違う。三者三様で。殺し屋ですから。刑事武術家めっちゃいいじゃん。めっちゃいい流れ。これすごい3本さぜひちょっとねいろいろ日にち変えて、その時のまあ体調とかテンションとかあると思うから、まあ外れはないということで。そうっすね。ねコーラとポテチ。コーラでポテチ。僕はコーヒーとナッツで。俺はお茶かな、やっぱ渋いお茶。それか渋いお茶と羊羹。いやでもだから三者三様でほんまいいアクションや。すごい。いいんじゃないいいんじゃない。打ち合わせなしでバランス取れました。バランス取れた。すごいな。もしかだからこれが好評やったらほんまのスーパー売れっ子タレントみたいな話してるけど俺らこれでまたなんか俺らのねハマってるもんとかね。感動した映画とか言い出すからね。そうやね。でもそれもあるよ。誰が知りたいですさあそれもあるからやりたいよ。やらしてくださいよ。俺もサロンではもう泣いた映画とかもずっと俺は全部見てるよ。見てる？泣いたでしょ。はい。まあそんな感じで。俺はサロンでは犬のことしかやってないから。毎日サロンみんなもうそれぞれのね赤裸々にプライベート。僕なんて全然関係ない洋服の話とか洋服あげたりしてますから。カンナちゃんの言いたいパーティー。カンナちゃんね。はいもう言ってましたね。いろいろねやってますけども、まあでもたまにはこういう動画もね。でも一応ね関連性はあるから。そうチャンネルとして。アクション映画出てますから。そうですよ。1%公開はされない。公開しますよもうすぐ。本当ですか。これはもう本当間違いないです。信用してないですよもうそれ。それはもう本当にします。そしてこの映画がきっと皆さんの心に残るはずです。1%。はい。その辺もご期待して追っていただければ情報をまた引き続きワインチャンネルよろしくお願いします。お願いしますということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。その道を極めることができた 1% の選ばれし存在、それが1%。俺は純度 100% のアクション映画を作りたい。
映画撮影のため廃墟となった無人島を訪れたアクション俳優。あいつら一体何者なんだ。この島にはある秘密が隠されていた。奴らは殺しのプロだ。プロにはプロの技を使う。最短で敵を全滅させる。その男は武術の使い手と思われる。あのカンフー野郎を早く見つけてぶっ殺して。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者。1%。オンラインでジークンドーが学べるワインサロンをやっています。 YouTube のオフショットもあるよ。概要欄をチェックだ。